皆さんごきげんよう。このような機会を与えていただいてどうもありがとうございます。私が今からお話しするのは、古層筋細胞におけるペプチドグリカン層と、そしてその崩壊過程の急速凍結ディープエッジ電子顕微鏡法を用いた可視化です。で、私は大阪市立大学、もうすぐ大阪ハム大学になりますけども、の宮田誠と言います。どうかよろしくお願いします。ペプチドグリカン層とは何でしょう。それは細菌の細胞壁です。で、ここに左右に細菌の細胞構造の模式図が示してあります。で、この赤での字でマークしてある部分がペプチドグリカン層です。それは細菌の非常に大きな特徴です。で、他の微生物やウイルスや動物や植物との生き残り競争において決定的な役割を果たしています。非常に重要な構造であるにもかかわらず、クラヨ電子顕微鏡法には向きません。なぜなら、柔らかく、そしてコントラストも低いからです。本研究には3つのフォーカスがあります。で、1つ目は、急速凍結ディープエッジ電子顕微鏡法ペプチドグリカンの解析に用いたということ。で、2つ目は、それでナノメートルオーダーの構造を明らかにしたということ。そして3つ目は、その崩壊過程も可視化したということです。で、著者は、この、左にいる、トゥルムさんと、そして真ん中にいる田原さんと、そして私、宮田ということになります。急速凍結ディープエッジ電子顕微鏡法について少しご説明いたします。まず、細胞やあるいは生体分子を急速に凍結します。そして氷を部分的にこのようにナイフで、除去します。で、そしてさらに、水を消化させることにより目的の構造を露出させ、プラチナでシャドーイングを行い、そしてそれをカーボンで回収いたします。そしてレプリカの構造を解析いたします。こちらが古層筋の細胞になります。で、見てお分かりいただけるように、極の部分と、そして、側部ですね、サイドの部分のパターンが違うことが分かりました。で、これは分子生物学的な、観察から、予測されていたことですけども、今回可視化することに成功しました。で、極の部分に注目してみますと、興味深いことに、同心円状のパターンが見られます。で、こちらは細胞の分裂面ですけども、この分裂面から新しい極の部分ができているということが分かりました。で、こちらは細胞分裂の細胞増殖の模式図ですけども、細胞の分裂面から極ができて、そしてその極が成熟していくという過程を明らかにすることができました。で、生き残り戦略とさっき言いましたけども、その他の生物が細菌をどのように、ダメージを与えてペプチドグリカン層を崩壊させていくかについて研究しました。で、これは、私たち動物などが持っているリゾチームの、効果です。で、一番左は元の細胞で、一番右はリゾチームによってプロトプラスト化された、古層菌が示してあります。これは以前から分かっていたことです。で、私たちはこのリゾチームに傾向ラベルを行って、どこにリゾチームが結合するかについて明らかにしました。で、こちらがその像で、先ほど、極の部分はペプチドグリカン層の構造が違うというふうに言いましたけども、その極の部分に最初に結合して、そこから細胞全体に広がって崩壊が起こっているということが明らかになりました。で、その過程を急速凍結でディープエッジ電子顕微鏡法で、可視化したのがこちらになります。これは割と、今示しているのは割と早い時間の像で、早い時間だと極の部分を中心に表面のラッフリング、波立ちが見られます。で、さらに、時間が経つと大きい穴が開いたり、さらに完全に分解されて表面がツルツルになったりもします。で、こちらは微生物、カビなどが作る、ペニシリンの効果です。で、ペニシリンの場合には、分裂面からプロトプラスト化するっていうことが分かっているんですけども、でそれも、このように、再現されます。で、これを可視化しました。で、そうしますと、この分裂面に穴が開いて、そこからプロトプラストが出て、細胞の外に出てしまって、ごめんなさい、ペプチドグリカン層の外に出て崩壊していくということが明らかになりました。で、コンペティターによるダメージの過程を
まとめたものがこちらで、リドチームの場合には極を中心に、ペニシリンの場合には分裂面を中心に崩壊が始まって進んでいくという過程が明らかになりました。で、私の発表は以上です。ご清聴どうもありがとうございました。